村上市大町。軒先に塩引き鮭が吊るされる時期になりました。風情ある町にある鈴木美也子さんのお店、漆工房 GM。 DX の三河です。よろしくお願いします。工房兼お店には村上追手の作品が並んでいます。こちらは、はい、ザ追手。ザ追手です。ですね。そうなんです。これお茶道具の一つで茶箱って言われるものになります。伝統的な絵、身から草を描いた茶箱。すべての面に彫刻を施した豪華な作品です。さらに地紋という細かい彫刻があるのが村上追手の特徴。職人の技術の高さを示しています。作品はどちらで作ってるんですか？ですね、私はここで彫ってます。ここで。はい、ここで。へえ。職人歴6年の宮子さんは彫刻刀で模様を描く彫り師です。図案を考えるのも彫り師の仕事だそうです。この日はボタンから草の小箱を彫っていました。花がカクカクにならないようにっていうか、花の曲線に向かって刃物が動くようにっていう風に彫っていきます。やっぱり曲線で気をつけてやっていかないと膨らみとかは出ないので。すごい繊細なんですね。そうですね。よく言われるのが、面倒くさかったらもうやめろってでも負けず嫌いなので、やめません丸2日かけて小箱を掘り上げました。生まれた時から身近にあった追手だったけれども、ね、やってみたら大変でした宮子さんのお父さんは職人歴60年。追手職人の中でもベテランの塗り師です。宮子さんが作った小箱を塗るのもお父さん。漆を幾重にも塗り重ね完成させました。塗りから彫りまで制作期間は1ヶ月。綺麗ですよね。花の膨らみを表現した彫り師の技術と、細かい地紋まで丁寧に仕上げる塗り師の技術が光ります。お父さん、娘さんの作品を完成に持っていくっていうのはどんな風に感じてらっしゃいますか？仕上げしていってよ、黙って何も塗ってますけどこの仕事に就いた以上はね、こうやめるまで勉強です。実家はおじいさんの代から続く漆器店。彫り師のお母さんと塗り師の兄といった職人一家に生まれましたが、職人の道には進みませんでした。地元の市役所で働いていた頃、おじいさんにまつわる運命的な出来事がありました。他県の方がオークションで偶然に出た祖父の作品を落札されて、そこに入ってたしおりを頼りに「どなたですか?」っていう問い合わせがあって、村上追手を手にした他県の人が感動し、作者を訪ねる電話でした。その作者こそ自分のおじいさんだったのです。これだけ人を感動させるものっていうのはすごいなっていう衝撃を与えられた出来事で、そこで宮子さんは市役所を退職。一念発起して村上追手の職人を志します。今でも残るおじいさんの作品を見せてもらいました。60年前に作られた高さ90センチ黒漆の茶ダンス。ボタンの花全体に豪快に金箔を散らした作品です。
おじいさんのように人を感動させる村上追手を作ってみたいと思った宮子さん。技術を学ぶ中でこんな思いもあったそうです。今までは、村上の家庭ならどこでもアザリボンだったり、あとは花瓶あるとは思うんですけど、若い人が私もそれは買おうとは思わないので、じゃあどうしたらっていう、その30代40代って言った時の一つがやっぱりアクセサリー。村上追手で作るアクセサリー。こちらはイヤリング、そしてネックレス。鮮やかな朱色が映えます。中にはこんなものも。地紋を彫ったブローチになります。とっても細かいですよね。これ手で彫ったんですか？そうです、そうです。自身の限界まで細かく彫った地紋。一番小さい模様は一辺わずか2ミリの三角形。一箇所でも欠けてしまうとおしまい。非常に繊細な作業です。お客さんがやっぱり一番見てびっくりされるっていうのは地紋っていうのがあって、それをじゃあアクセサリーにしてみれば、これ手彫りなんだよ実はねっていうきっかけにはなるかなと思ったりして彫ってます。村上追手の伝統を継承しつつ、新しい風を吹き込んでいます。私に教えてくれるお師匠さんとか、第一線で働いているベテランの彫り師さんたちもだんだんやっぱり年齢が上がっていくので、今までの伝統をなくさないためにも守るためにもしっかりと技術を本当に極めて、そして残していける彫り師になりたいなと